こんにちは、皆さん。ホストの横山です。今日もこの番組にようこそ。この動画は N2 レベルのリスニング練習です。今日のテーマは武士の歴史です。ただ、戦の話ではなく、武士の日常生活に注目します。わからない言葉や文法があっても大丈夫です。出てきた文法は最後にまとめてご紹介します。それでは今日のゲストをご紹介しますね。金沢の武家屋敷で学芸員をされている方です。小川さんとおっしゃって武士の暮らしの研究をもう15年されているそうです。小川さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小川です。武士と聞くと、どうしても戦のイメージが強いです。そうですよね。でも実は、それだけではないんですよ。それでは、まず武士の暮らしがどう変わっていったのか、聞かせてください。時代の変化に伴って、武士の役割も大きく変わっていきました。江戸時代は、260年ほど続いた平和な時代でした。そんなに長く戦がなかったんですか？ほとんどなかったんです。徳川幕府が、しっかり秩序を守っていました。それなら、武士たちは何をして過ごしていたんですか？平和になるにもかかわらず、武士という身分自体はなくなりませんでした。彼らは、戦士から役人へと役割を変えていったんです。役人というと、具体的にはどんな仕事ですか？税を集めたり、書類を作ったり、帳の管理をしたりです。私も想像していたより地味な仕事だと感じました。私も最初この事実を知ったとき、驚きました。当時の社会は身分によって分かれていたんですよね。はい。士農工商という制度で、武士が一番上でした。その下に、農民、職人、商人と続きます。全体から見ると、武士の割合はそんなに多くなかったんですよね。その通りです。人口全体の1割にも満たなかったと言われています。少ない割には、社会への影響が大きかったんですね。人数は少なくても、権力は強かった、ということに他ならないですね。なるほど、それはわかりやすい説明です。刀を2本刺しているイメージがありますが、あれは何のためですか？大小といって、武士だけが許された特権でした。武器というより、身分の印だったんですね。そうです。実際に刀を使う場面は、ほとんどなかったんです。でも、武術の訓練は続けていたんですか？建前上は続けていました。ただ、平和が続くにつれて、腕は落ちていったようです。皮肉な話ですね。武士なのに、戦い方を忘れていくなんて。私も、この矛盾がとても興味深いと思っています。それでも、武士としての心構えは大切にされていたんですよね。はい。武士道という考え方が、この時代にまとめられました。武士道って、もっと古い時代からのものだと思っていました。考え方自体は昔からありましたが、本として整理されたのは江戸時代なんです。平和な時代だからこそ、逆に精神論がまとめられた、ということですか？まさに、その通りだと思います。戦う機会がないからこそ、心を鍛えたんですね。それは、私たちの今の生活にも少し通じるものがありますね。
武士たちの一日は実際どんな感じだったんですか？それはぜひ、詳しくお話ししたいところです。役職次第で、忙しさもだいぶ違いましたよ。武士の給料は、お金ではなく、お米で支払われていました。お米ですか？それはどうやって生活に使うんですか？石高という単位で決まっていて、それを売ってお金に変えていたんです。お米の値段が変わったら収入も変わってしまいますね。そうなんです。しかも、江戸時代が進むにつれて、物価が上がっていきました。それなのに、給料は変わらなかったんですか？ほとんど変わりませんでした。実質的な収入は、どんどん減っていったんです。それは、今でいう実質賃金の低下と同じ状況ですね。私も、この話をするとき、いつも今の経済と重ねて考えてしまいます。それで、生活が苦しくなった武士も多かったんですか？ここまで厳しい生活だと、ストレスも多かったに相違ありません。かなり多かったです。特に、身分の低い武士ほど厳しかったですね。具体的には、どんな風に苦しんでいたんですか？商人からお金を借りて、返せなくなることも珍しくありませんでした。身分は商人より上なのに、お金では頭が上がらない。まさに、その状況です。中には、刀を質屋に入れる人もいました。武士の魂と言われる刀をですか？はい。もちろん、表では隠していましたが、生活のためには仕方なかったんです。それは、なんだか切ない話ですね。借金を重ねた挙句、屋敷を手放す家もあったそうです。生活のために他に何かしていたことはあるんですか？副業をせざるを得ない武士も、たくさんいました。どんな副業だったんですか？傘を作ったり、朝顔という花を育てて売ったりしていたそうです。武士が花を育てているところ、ちょっと想像できないです。でも実は、朝顔の品種改良は、武士文化ならではの流行だったんですよ。表向きの身分と実際の暮らしに随分差があったんですね。そうです。胃の高い武士と、低い武士とでは、生活の質が全く違いました。同じ武士といっても、実態は幅広いんですね。身分が低いと住む場所も違ったんですか？はい。長屋という、細長い集合住宅に住む人も多かったです。それって今のアパートに近いイメージですか？近いと思います。壁一枚で、隣の家とつながっていたそうです。私も想像していた武士の暮らしとはだいぶ違うと感じています。多くの人が、そう感じますよ。私も最初はそうでした。そんな暮らしの中で家族はどんな役割を担っていたんですか？実は、家のお金を管理していたのは、妻の役目でした。そうなんですか？夫が管理するイメージでした。むしろ逆なんです。夫は外の仕事、妻は家の中の経済を担当していました。それって当時の西洋と比べるとかなり珍しいですよね。そうなんです。外国の研究者も、この点に驚くことが多いそうです。私も初めて聞いたときは驚きました。結婚相手はどうやって決められていたんですか？結婚に際して、まず家同士の話し合いが必要でした。高い身分になるほど、
家同士の関係を踏まえて決められていました。本人の気持ちはあまり関係なかったんですか？正直、あまり重視されなかったようです。家と家をつなぐことの方が優先でした。なんだか恋愛というより契約に近い感じですね。私も記録を読むたびにそう感じます。離婚することはできたんですか？一応できましたが、妻の側からはとても難しかったようです。そこは今の感覚とはかなり違いますね。子供たちはどんな教育を受けていたんですか？寺子屋というところで読み書きや礼儀を学んでいました。寺子屋ってお寺に関係しているんですか？もともとはそうです。お寺で学ぶことが多かったので、その名前が残ったんです。勉強の内容は武術だけじゃなかったんですね。身分の肯定にかかわらず、礼儀作法はとても大切にされていました。むしろ、漢文や儒教の教えを学ぶことの方が中心でした。男の子と女の子で学ぶ内容は違ったんですか？はい。女の子は、裁縫や礼儀作法が中心でした。女性も武術を習うことはあったんですか？高い身分の家では、薙刀という武器を習うこともありました。自分や家を守るためだったんですか？そうです。主が留守の間、家を守る責任は妻にあったんです。お金の管理だけでなく、家を守る役目まで担っていたんですね。想像以上に、たくましい存在だったと思います。子供はいつ頃から武士としての教育を始めるんですか？早い家だと、5歳くらいから読み書きを始めさせていました。5歳ですか？今の幼稚園くらいの年齢ですね。そうです。武士の子として恥じないように、厳しく育てられました。子供時代から身分の重さを背負っていたんですね。そういう厳しい家庭の中で、日々の暮らしはどんなものだったんですか？武士の一日は、かなり早く始まりました。何時くらいに起きていたんですか？日の出と同じくらいの時間、朝の4時か5時頃です。それは、私にはとても真似できません。起きたら、まず身だしなみを整えます。髷を結い直すのも、大事な仕事でした。髷は、毎日自分で言っていたんですか？胃の高い人は、髪結いという専門の人に頼むこともありました。美容師さんのような存在ですね。身だしなみが終わったら、正装である上下に着替えて、仕事に向かいます。衣というのは、どんな服なんですか？肩の部分が広がった、硬い整地の正装です。今でいうスーツに近いです。なるほど、仕事着と普段着を分けていたんですね。仕事の内容は、役職によって様々でした。書類の仕事をする人もいれば、見回りをする人もいました。お昼の休憩なんかもあったんですか？ありました。ただ、贅沢な食事ではなく、質素なものが多かったです。どんなものを食べていたんですか？ご飯と味噌汁、それに漬物が基本です。魚は、時々という感じでした。私も意外と質素な食事だったんだなと驚いています。見栄を張るより、倹約することの方が美徳とされていたんです。お金はあるに越したことはないと思いますが、それでも倹約を選んだんですね。仕事が終わった後はどんな風に過ごしていたんですか？
銭湯に行く人が多かったです。あそこは、情報交換の場でもありました。お風呂が社交の場でもあったんですね。そうです。それから、俳句や書道を趣味にする人も多かったですね。武士らしくない趣味のようにも感じます。むしろ、教養の証として大切にされていたんです。文武両道という言葉もあります。文と武、両方大事にしないといけなかったんですね。さすが研究者だけあって、細かい部分までよくご存知ですね。平和が長く続く中で退屈に感じる武士もいたんですか？正直、いたと思います。中には、賭け事や遊びに走ってしまう人もいました。建前では禁止されていたはずですよね。禁止されているにもかかわらず、こっそり楽しんでいた人もいたようです。建前と本音の差はいつの時代にもあるものですね。私も、この時代の記録を読むたびに、そう実感します。そういう日常の中で一番お金がかかる行事は何だったんですか？それは間違いなく、参勤交代という制度です。聞いたことはありますが、詳しくは知りません。では、その参勤交代について、詳しくお話ししますね。ここで視聴者の皆さんにも聞いてみたいです。皆さんの国にも武士のような戦士の階級はありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。参勤交代は、大名に江戸と自分の領地を定期的に行き来させる制度です。なぜそんな制度が作られたんですか？大名の力を弱めて、幕府に逆らえないようにするためです。移動と滞在にお金を使わせる作戦だったんですね。その通りです。しかも、大名の妻と跡継ぎは、ずっと江戸に住まわされました。それは人質ということですか？実質的には、そう見られています。反乱を防ぐための仕組みでした。家族を人質にするなんてかなり厳しい制度ですね。私も、この仕組みの徹底ぶりには、いつも感心してしまいます。移動の行列は大きな規模だったんですよね。大きな藩になると、数百人から千人規模の行列になったそうです。そんなに大人数だと、費用もすごいことになりそうです。大きな藩ともなると、準備だけで何ヶ月もかかったそうです。はい。1回の参勤で、藩の年間収入の4分の1ほどを使うこともあったそうです。4分の1ですか？それはものすごい負担ですね。大名たちは、その費用を捻出せざるを得ませんでした。だから、戦争をする余裕もなかったんです。なるほど、戦をさせないための経済的な仕組みでもあったんですね。まさに、その通りです。平和の裏側には、こういう仕掛けがあったんですね。参勤交代によっていいこともあったんですか？道の整備が進んだり、宿場町という町が発展したりしました。大変な制度ではあったけど、経済全体にはプラスの面もあったんですね。旅をする武士たちにとっても、地方の文化を知るいい機会だったに違いありません。この制度はいつまで続いたんですか？1862年、幕末が近づいた頃に、ほぼ廃止されました。200年以上も続いたんですね。それだけでもすごいことです。この制度を踏まえると、当時の大名の生活はかなり厳しかったんでしょうか？見た目は華やかでしたが、
内情はどこも借金まみれだったと言われています。私も表と裏でこれほど違う暮らしだったとは思いませんでした。私も研究を始めたばかりの頃は、同じように驚きました。そんな時代はいつ頃終わりを迎えたんですか？ 1868年の明治維新を境に、武士の時代は幕を閉じます。その話もぜひ詳しく聞きたいです。では、その明治維新についてお話ししますね。明治維新によって幕府の時代は終わりを迎えました。武士という身分もすぐになくなったんですか？数年かけて少しずつ制度が変わっていきました。1871年には藩という制度自体がなくなりました。藩がなくなったら大名や武士たちはどうなったんですか？新しい政府の下で身分としての特権を少しずつ失っていきました。刀を刺す権利もなくなったんですか？はい。1876年、刀を持ち歩くことが禁止されました。武士の象徴だった刀を手放さざるを得なかったんですね。それは武士という存在そのものの終わりに他ならなかったと思います。収入の方はどうなったんですか？お米の代わりに国債という証券が渡されました。それで生活は安定したんですか？むしろ逆でした。証券の価値はどんどん下がって生活に困る人が続出しました。せっかくの特権を失った上に生活まで苦しくなるとは。その後、元武士たちはどんな道を選んだんですか？学んだ知識を生かして教師や役人になる人が多かったです。警察官になった人もいたんですか？はい。実は初期の警察官の多くは元武士でした。規律を重んじる武士の精神がそのまま生かされたんですね。中には変化を受け入れられなかった人もいたんですか？いました。西南戦争のように新しい制度に反対して立ち上がる人たちもいたんです。それが武士による最後の大きな戦いだったんですよね。そうです。この戦争を境に武士という時代は完全に終わったと言われています。一つの身分がこんな風に終わっていったんですね。それでも彼らの考え方や生き方は今の日本にも受け継がれています。そのお話、小川さんご自身のお仕事にもつながっているんですよね。はい。私は今、金沢の武家屋敷で学芸員として働いています。長い研究の年月を経て、ようやく今の仕事に就きました。もともと歴史がお好きだったんですか？子供の頃から時代劇が大好きでした。それがきっかけです。時代劇からまさか研究者の道に進むとは。自分でもあの頃は思ってもいませんでした。大学では歴史を専攻されたんですか？はい。江戸時代の庶民と武士の暮らしをずっと研究してきました。今のお仕事では具体的に何をされているんですか？屋敷を見学に来たお客さんに建物や道具の説明をしています。実際の建物や道具を見ながら聞けるのはすごく面白そうです。それだけでなく、当時の服装を着て再現の実演をすることもあります。衣装を着て実際に動いてみたりするんですか？そうなんです。着てみて初めてわかることが本当にたくさんあります。例えば、どんなことがわかるんですか？
正座で長い時間座るのが、想像以上に辛いことです。もし今、私が武士の生活を体験するとしたら、何が一番大変だと思いますか？それは、体験しないとわからないことですね。資料を読むだけではわからない発見が、体を通して次々に出てきます。お仕事の中で一番嬉しい瞬間はどんな時ですか？海外から来た方が、武士は千だけじゃなかったんですね、と言ってくれる時です。まさに、今日の話と同じ反応ですね。そう言ってもらえると、この仕事をしていてよかったと、心から思います。これから挑戦したいことはありますか？もっと多くの人に、武士の暮らしの奥深さを知ってもらいたいと思っています。今日の話を聞いて、私自身も武士のイメージが変わりました。そう言っていただけて、とても嬉しいです。小川さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。小川さん、今日は本当にありがとうございました。さて、皆さん。今日の武士の話はいかがでしたか？知らなかった一面はありましたか？会話の中に聞き取れなかった文法はありましたか？答えを言う前にぜひコメントで予想してみてください。それでは今日出てきた文法を順番に振り返りましょう。まずはにもかかわらずです。前の内容と逆の結果になるときに使います。平和になるにもかかわらずという文で出てきましたね。次は割にはです。予想と比べて意外な結果を表します。少ない割には影響が大きかったのように使われました。それからに他ならないです。まさにそれだと強く言い切る表現です。権力は強かったということに他ならないという文でした。次は次第です。何かによって結果が変わることを表します。役職次第で忙しさもだいぶ違いましたのように使いました。それから挙句にです。いろいろあった末に悪い結果になることです。借金を重ねた挙句、屋敷を手放す家もあったという文でした。次はに際してです。の時により少し固い言い方です。結婚に際して家同士の話し合いが必要でしたと話していましたね。それからだけあってです。その立場にふさわしいと感じるときに使います。研究者だけあってよくご存知ですねのように使われました。次はともなるとです。ある段階や立場になるとという意味です。大きな藩ともなると準備だけで何ヶ月もかかったという文でした。それからとしたらです。もしだったらと仮定するときに使います。もし今体験するとしたらという質問で出てきましたね。次はに伴ってです。何かが進むのと一緒に別のことも起こることです。時代の変化に伴って役割も変わったのように使いました。それからざるを得ないです。したくなくてもそうするしかないことです。副業をせざるを得ませんでしたという文で何度か出てきました。次はに関わらずです。それに関係なくという意味です。身分の肯定に関わらずという文で出てきましたね。それからに相違ないです。強い確信を表します。
ストレスも多かったに相違ありませんのように使われました。次は、ならではです。それにしかない独特な特徴を表します。武士文化ならではの流行という文で出てきました。それからを踏まえてです。それを考慮した上でという意味です。家同士の関係を踏まえて決められていましたという文でしたね。次はを経てです。ある過程や時間を通ってという意味です。長い研究の年月を経てと小川さんが話していました。それからを境にです。それをきっかけに状況が変わることです。西南戦争を境にという文で出てきましたね。最後はに越したことはないです。それが一番いいという意味です。あるに越したことはないという文で出てきましたね。この動画が役に立ったら高評価をお願いします。それでは失礼します。